わかんない人たちにめちゃくちゃ付きまとわれてる。Sant. 何？何？ おい。Speak in English. これちょっと料理名忘れちゃったけど、マリネした豚肉を焼いたものです。お肉めちゃくちゃ柔らかくて美味しい。4カ国目、ルワンダのキガリ空港到着。ミラハミロックです。空港出ました。出る時も荷物検査ありましたね。まずは SIM と ATM 探しましょう。うわ、外日差しめっちゃ強いな。一旦避難しよう。どれくらい使うか分かんないけど、とりあえず5万フランキャッシングしました。1フランだいたい 0.11 円みたいですね。空港の出口出てすぐ目の前のサービスカウンターで MTN という通信会社の eSIM ゲットしました。1週間で5000フラン、500円くらい、めっちゃ安いね。ルワンダの配車アプリはイエゴーというのがありますんで、それでタクシーを呼びましょう。ホテルに行く前に次の国へ向かうためのバスチケットを探しに行きます。イエゴーって目的地検索できないの？マップ上でこれ自分でペン刺さなきゃいけないのかな。マジ OK。 うわ、合流難易度めちゃくちゃ高い。全然合流できなかった。英語が通じなさすぎて合流にめちゃくちゃ時間かかりました。早く出発してくれ。この配車アプリは目的地検索できなくて、アプリ内の地図で直接ピンを刺すんですけど、 Google マップと比較しても建物の情報全然載ってなくて、道の形でなんとなく想像してピン打つしかなさそうなんですよね。しかもドライバーさんが決まってから自分の位置も GPS 動かなくて、車も GPS 全然更新されなくてずっと合流できませんでした。高級そうな建物とか道路がきれいに整備されてて、かなり先進的な印象ですね。よし、まずはニャブゴゴタクシーパークというところにやってきました。ここで次の国に行くための移動手段を確保したいです。タクシー会社はこの辺りかな。ちょっと聞いてみましょう。うわー、マジか。恐れていたことが起きてしまいましたね。今いるルワンダから隣の国ブルンジに行こうとしてるんですけど、ここの間の国境が結構不安定らしくて、行けるか行けないか賭けだったんですけど、今バス会社の人に聞いたら今は国境閉じてるから行けないよっていう風に言われちゃいましたね。どうしよう。飛行機今見たけど10万くらいするんですよね。なんとかバスか他のルート考えないと。もう一つの可能性で一旦タンザニアを経由してブルンジに入るっていうルートもあるっぽいんで、今そのルートを紹介してくださる方を見つけましたんで、ちょっとついていってみましょう。とりあえずタンザニア経由で行けそうですね。ただここからタンザニアまで直接は行ってくれないんで、一回国境付近のバス停。とりあえずタンザニアとブルンジの国境までのバスは手に入れました。5万ルワンダフラン、5万フランだったら5000円ぐらいなんで、そんな高くなかったですね。明日の夜このジャグアーバスに乗るみたいです。たださっきの人バス会社の人だと思ってついてったんですけど、全然関係なくて ATM とかバス会社紹介してあげたんだからチップくれって言われて、もうとりあえず5000フランだけ渡しました。まあでも助かりましたんでね、いいでしょう。とりあえず次の国までの移動手段は確保できたんで、もう今日はこれでいいよね。ちょっと疲れちゃった。いや、このニャブゴゴタクシーパーク疲れるわ。歩いてるだけでもういろんな人に声かけられて腕つかまれてで大変でしたよ。もう疲れちゃったからホテル行きたい。道路はかなり綺麗に整備されてるんですけど、建物はやっぱりアフリカの感じしますね。カフェに寄りたいけど、カフェがね、何わかんない人たちにめちゃくちゃ付きまとわれてる。わからん。なんかめっちゃついてくる。めっちゃついてくるけど。何Speak in English. Sorry. QI language. やばい。ずっとついてくるけどもうわからん。ずっとついてくるんだけど、なんて言ってるかわかんないんだよね。もう話にならんって。No, thank you. No, thank you. Thank you. Okay. No, thank you.
No, no. Hey. Hey. Hey.何もういいって。何を言ってるか本当に分かんなくて申し訳ないけども相手できませんって。Number. Don't worry yourself. Don't worry yourself. He's camp here. Camping. 知らんって。Camp here. Camp here. なんだよ。よし、ちょっとわかんないけどこのレストラン入ろうかな。just one person. OK。おい、カフェじゃないんかい。 What is? やべ。カフェじゃなかったのか、変なおじさん連れてるから入れてくれなかったのか分かりません。おじさんお店の中まで入ってきちゃうんだけど、やばいよマジで終わんねえんだけど。なんかカフェないかな。まだいるよ。現地の人にも笑われてるよ。とりあえずバイクタクシー呼びます。やべえ、イエゴの配車アプリでバイク呼んでるんですけど、やっぱりバイクの GPS 動いてなくていつ到着するかわからないね。どうしよう。なんかここのバイクタクシープールの人にお願いした方がいいのかな。ちょっとこの国の配車アプリよくわかんないですね。なんか呼んでるんだけどドライバーさん決まってるんだけど一向に来ないんですよね。 OK、let's go。 1,000? 1,000? Okay. I have only 5,000. You have change? Okay. なんか配車アプリ全然使えないから、そこにいたバイクのお兄さんにお願いしました。いや、場所が分かんなくて私がナビしてる。ドライバーさん全然道分かってなくて私がナビしてんだけど、よし、2人協力プレーでなんとか近くまで来ました。もう歩いた方が早いんで今降りました。うわ、結構歩くな。ここキガリに来て初めて舗装されてない道路見たけど、この先にホテルあんのマジ。向こうの方には綺麗なホテルたくさん見えるのに、私のホテルはこっちです。写真は綺麗だったんで期待しましょう。さすがにホテルもこんな崩れてないよね。Google マップ上はここなんだけど、これホテルじゃないよね。脇の道こんなんだけど、ここホテルじゃないよね。なんか今道歩いてる人がこの辺の中ホテルだよって教えてくれました。マジか。はい。How are you? Yeah, good. How are you? I'm good. Where are you going? One click apartment. One click apartment. Yes. Here? This. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. よかった。Thank you. 本当にここだった。看板外に出してほしかった。でもなんかめっちゃ綺麗なホテルっぽいな。ウェルカムドリンクもらっちゃった。いただきます。ぬるくて甘い。部屋行きましょう。ここです。めちゃくちゃおしゃれじゃない？なんかいい香りします。今日の部屋はこんな感じ。ちょっと狭いですけどかなり綺麗なベッドと、エアコンはないけど扇風機あるよってことで、これは問題ないでしょう。バルコニーからの景色は微妙ですね。いい感じのデスク兼クローゼット。お手洗いもかなり綺麗ですね。うわー、歯ブラシついてるの初めてじゃない。シャワールームは狭いけどシャワールーム全然問題ないです。とっても綺麗。バスのチケット取りに行ったりしてたら結構もう夕方になっちゃったんで、今日はこのままおとなしく休憩して晩ご飯はこのホテルのレストランで食べましょう。暗くなっちゃったから急いでレストラン行きましょう。はい。めっちゃ真っ暗なんだけど見えない。全然見えないけど昼通ったからとりあえず行ってみよう。確かこっちだったと思います。こんな真っ暗なのに一つすれ違うんだけど怖っ。通りに出てきたら人結構いますね。大丈夫でしょ。なんか信号はあるんだけど
全部真っ赤になってて、おまわりさんがなんか交通整理してますね。全然わかんない。おー、よかった。この一番上のエリカペカっていうところに行きたかったんだけど、たどり着きました。うわ、お客さんはいないわ。レストランバーみたいな感じですね。あ、なんかワールドカップやってんのかな。サッカーちょっとわかりません。今日はコーラなかったんですけど、スプライトにしました。お疲れ様です。おー、スプライトも結構いいですね。サッカーよくわかんないけどテレビでやってると見ちゃうね。さあ、料理が来ました。これちょっと料理名忘れちゃったけど、マリネした豚肉を焼いたものです。めちゃくちゃいい香りする。いただきます。ルワンダはね、牛肉のブロシェットっていうのもローカル料理なんですけど、今日はね売り切れちゃったって言われちゃったんでこれにしました。いただきます。ポテトの味付けも最高。このポークリブって美味しいんだけど、骨から外すのがちょっと面倒くさいですね。お肉、ポークリブです。いただきます。お肉めちゃくちゃ柔らかくて美味しい。マリネした豚肉めちゃくちゃ柔らかいです。骨がついてて面倒くさいかなと思ったんですけど、簡単に外れちゃいます。ちょっとテーブル揺れちゃったけど、こんな感じ。美味しそうでしょう。お肉だけじゃなくこのお野菜も美味しいです。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったですね。エリカペカレストランめちゃくちゃおすすめです。このエリカペカはエリザベス女王様のことを指してるみたいですね。なんでかは分かりません。この中心街の大通り沿いは非常に明るくて安全なので、大通り沿いのホテルを取るのがいいと思います。私はあんまり考えないで取っちゃったんですけど、結構真っ暗でしたからね。うわ、また真っ暗になっちゃった。さあ、ルワンダ1日目のキガリいかがでしたでしょうか。本当は2泊する予定だったんですけど、バスの出発が明日の深夜2時なので、明日1日で観光します。いや、この真っ暗な道の中結構人歩いててすれ違うんだよね。めっちゃ怖いんだけど。おお、無事にホテルまで到着。うわ、モンバンさんそこの電話ボックスの中で待機してくれてるわ。怖っ。無事にホテル到着しました。それでは村ムツェ、またね。しまった、このホテル結構気に入ってるけどヘアドライヤーだけなかった。この扇風機で乾かすか。ラホ魅力です。このホテルは朝食付きです。なんか外のテラス席で食べようかな。ちょっと暗いけどこんな感じ。いろんなパンがありましたね。あとオムレツを今焼いてもらってます。よし、今日は朝から観光行きましょう。うちのホテル前だけもうこんな感じなんだよね。大通りまで行かないとバイクタクシーもないと思うんで、一旦大通りまで歩きましょう。うわ、今日も暑いね。基本的には30度以下くらいなんですけど、日差しがとにかく強いんだ。目の前にちょうど通りかかったバイクの方いました。1500で乗せてってくれるって。やってきました。ここはキガリのジェノサイドミュージアムというところです。ルワンダといえば特に有名なのが1990年代に起きましたルワンダ大虐殺という大事件です。この場で細かい話をするつもりはありませんが、植民地時代の分断政策が引き金となった、近年稀に見る大虐殺となりました。ルワンダを語る上では避けて通れないのがこのキガリ虐殺記念館。中には虐殺の記録や写真、それから回収された衣類や遺骨などが収められていました。悲しい虐殺の歴史だけではなく、この悲劇を二度と繰り返さないためにどのように生きるべきかなども書いてありました。アフリカ一美しく近未来的な首都と呼ばれるこのキガリ、その裏には二度とこのような悲劇を起こさないという国民の強い決意が見えますね。さあ、この後は奇跡の復活を遂げたこのキガリの街の最先端を見に行きましょう。バイクタクシーで移動したいんで、また大通りまで行きましょう。大通りに行かないと空のバイクタクシー捕まりませんので、ちょっと歩きます。これがキガリのシンボル、インベンションセンターです。この特徴的なドーム型は伝統的な草で編んだドーム型の家からインスピレーションを得たそうです。とっても美しいフォルムですね。
いいね。こんな形の草で編んだ家って実際のも見てみたいですね。どこにあるんだろう。夜はこんな感じでライトアップされるのかな。すげえ。こちらのド派手な建物はレディソンブーホテル。これもなかなかアーティスティックですね。コンベンションセンターのすぐ近くのこの建物にルワンダ伝統のお食事スタイルができるお店があるってことで行ってみましょう。この建物だと思うけどレストランが見つからないんで、ちょっと一旦スーパー寄ってみよう。おお、このビールみたいなやつ1450フラン、150円くらいだって。結構安いんじゃないですか。100円くらいか。まあでもペットボトルか。ヨーグルトが800フランだって安い。トマトもこれ何個か分かんないけど1500フランですね。すごい。ミートパイ1000フラン、スプリングロールチキン500フラン。わあ安いな。何これ、お化けナスじゃん。うわ、ピーマンも大きい。うお、ズッキーニすごいね。値段書いてないけどいくらかは分かりません。とにかく喉乾いたんでお水買いました。これで350フラン、安いね。アフリカは本当に温度以上に外が暑いですね。生き返る。この辺はおしゃれすぎてイタリアンレストランとかピザとかしかないんで、ちょっと移動しましょう。こんな感じで街を歩いてるとバイクが集まってる場所があるんで、その人たちに声をかければすぐ連れてってくれます。ただナビがないからね、正確にたどり着けるかどうかは分かりません。うわ、まただよ。 Google マップ上はあるのに実際に行ってみると何にもないやつ。いや、レストランもないしコーヒーショップもないし、どうなってんだ。もう何にもないからホテルの方戻って昨日のレストラン行くか。またこれ私がナビしてんだけど、なんかルワンダ料理っぽいの食べれるとこないから、また昨日のエリカペカは来ちゃいました。ここならルワンダ料理が食べられますよ。ルワンダのランチはメランジェっていうビュッフェスタイルのご飯があるみたいなんで、それにしましょう。こんな感じで壺にたくさんの料理が並んでますね。わあ、ライスとかじゃがいもとかパスタもありますね。美味しそう。What is this? マッシュバナナ。わあ、暑かった。でも今日はコーラがありました。いただきます。暑い日のコーラはやっぱり最高。他の国に比べてルワンダのコーラは意外と甘いですね。炭酸も強くて、甘みも強めって感じですかね。お食事はこんな感じ。種類は意外と多くなかったですね。これにプラスうがりくらいかな。このお肉のスープめちゃくちゃ美味しそうです。期待しましょう。いただきます。メランジェっていうのはビュッフェスタイルなんですけど、必ず1人1回までしか取れないっていうルールがあるみたいです。それでもね、1人6000フラン、600円ですからね、めちゃくちゃ安いね。いただきます。じゃあ期待のスープからいただきましょうか。トマトっぽい、トマトベースのちょっと酸味の効いた牛肉のスープです。いや、めっちゃ美味しい。あと気になってるのはなんかマッシュバナナって言ってましたね。もうペースト状のバナナです。いわゆる食用バナナと言われる甘みのないやつですね。あれがこうマッシュされてて、味ないです美味しい美味しくないっていうか、味ないからちょっと評価が難しいです。お肉は1人2つまでよって注意書きあったんですけど、こんなに大きなお肉が入ってます。すごいぞ。これめちゃくちゃ美味しい。もう牛肉のステーキですね。旨味がぎっしり詰まってます。パスタもあるけど見るからに味薄そうだけど、マッシュドバナナが本当何のためにあるのかちょっと分かんないですね。結構ねっとりしてて、そうだな、ふかしたさつまいもの、もうちょっと柔らかい感じなんですけどの味が全くない版だから、なんかずっと口の中にモニョモニョしてんだけど味がないんで、何のために食べてるのかちょっと分かりません。これは
ごちそうさまでした。まあ、ビュッフェなんでご飯がそんな美味しいってことはないんですけど、あのスープがねめちゃくちゃ美味しくて、お肉もたくさん入ってたんで満足できました。あ、なんか目の前にコーヒーショップあったよってこうかな。あーでも座席ないな。あ、席ないと思ったらこっちにありました。あー Thank you。 Hello Welcome。 あー Thank you。 うわ、なんかちゃんとしたレストランだった。なんか申し訳ないな、私コーヒーだけ飲みに来たんだよ。ソファー座り心地めっちゃいいし、雰囲気いいレストランですね。なんでお客さんいないんだろう。うわ、なみなみ注いでくれました。アイスアメリカーノ。値段聞くの忘れちゃったけど、まあそんな高くはないでしょう。めっちゃ甘い。めっちゃ甘い。やばい、コーヒーが本当にどうしても甘すぎて残しちゃった。スタッフの方々がコーヒー美味しくなかったとか、また来てねとかいろいろ言ってくれて、めちゃくちゃいい人でした。うわー、申し訳ない。ごちそうさまでした。お昼食べたレストランも向かいのカフェもクレジットカード使いましたね。どうしても現金で払わなきゃいけないのはバイクタクシーだけな気がしますね。昨日信号が全然機能してないって言ったんですけど、夜だったからですね、昼はちゃんと青信号赤信号、あと何秒後っていうのがちゃんと出てましたね。また私は町外れのホテルに帰ります。この建物も隣の建物もこんな感じで住所みたいなものが載ってますんで、これで判断するのがいいのかもしれませんね。いやー、外は暑いな。ホテルで休憩しましょう。こんな感じでホテルめちゃくちゃおしゃれです。朝ごはんの他に夜もここで食べられるみたいですね。ご飯はホテルで食べます。ルワンダにはブロシェットという料理がありまして、いわゆる串焼きですね。ヤギのお肉とお魚しました。あと何か頼もうと思ったらビーフステーキがめちゃくちゃ安かったんでつい頼んじゃいました。いただきます。まずはやっぱりコーラでしょう。おしゃれなグラスに注いでいただきました。いただきます。最高。昨日食べられなかったブロシェットをいただきます。焼肉めちゃくちゃ肉質しっかりで美味しいですね。これがお魚のブロシェット串焼きです。めっちゃでかいんだけど、すごいなこのお魚。肉質しっかりでスパイシーです。海外のフレンチフライってあんまりサクサクしたらないよね。やっぱハンバーガー屋さん行かないとダメかな。まあいいでしょう。この肉なんか焦げてる。まあいいか。ちょっと焦げてるけど肉って感じがして美味しいです。他のお店でもあったんですけど、コーラ頼んだらホットはアイスって聞かれるんだよね。ホットコーラってマジ？ごちそうさまでした。やっぱりステーキ焦げてたよな。今夜の1時です。これからバス乗り場に向かいます。お迎えのタクシーが来てくれました。はい。この時間帯だとバイクもないんで、ホテルの方にタクシーを呼んでいただきました。バスターミナル着きました。ドライバーさんがこのバスターミナル危険だから気をつけろよってめっちゃ言ってくれてんだけど、怖っ。やべ、早くもなんかここで待ってろって言われてます。OK、Thank you。まあカオスな、なんか歌ってる人もいるし、酔っ払いみたいなのもいっぱいいますね。なかなか面白いバスターミナルです。もうちょっとしたら多分バス乗れるんで、しばらくの辛抱です。やべえ、また分かんないおじさんがずっと話しかけてくる。あと30分くらい待つらしいんですけど、ここにいれば安全だからって言われてる。そこに人寝てたりするの。
やばいやばい。このおじちゃんはもうずっとよく分かりません。何言ってるか分かりません。よし、なんか思ったより早いけどバス乗れそうです。もうさっきから俺のそば離れるなっていうのずっと言われてんだけどそんなやばいのかここは。怖え。とりあえずこの方々にぴったりくっついていけば安全だと思います。確かにね、その辺に何言ってるか分かんない、なんか酔っ払いなのかいろんな人がいます。あ、ごとカバンがHere? Ah, okay, thank you. よし、とりあえずバスには乗りました。これでタンザニアの国境まで行きます。なんか思ったよりちっちゃいバスでしたね。なんか荷物入れとかなくて、この足元に置いとけって言われて、まあでもこっちの方が安心かなだからどれくらいかかるんだろうな。 Google マップ的には5時間くらいって書いてありましたね。よくわかんないけど移動しろって言われてる気がする。よくわかりません。動け、移動してって言われたと思ったらここでいいって言われたので、まあ、とりあえず座ってるから。乗客が少なかったのか大きなバスだって聞いてたんですけどミニバスになりましたね。まあいいか。タンザニアの国境まで無事に行けるのか。それでは行ってきます。ほぼ予定通り2時半に出発しました。いろんなバス停回って乗客を集めています。今2時間半経ちましたけどまだ全然進んでません。無事に国境まで着けるといいね。10時間かけてまだ予定の半分も進んでないです。お、なんか途中で降りろって言われて降りました。警察か軍の方かなに呼び止められてちょうど夕日が綺麗なタイミングです。